お断りです。家なしです。友達ってどう作るの？先日ファイナルファンタジー14初心者から募った質問415問のうち約 10% にあたる37問がこういう系の質問でした。さらには2ヶ月ほど前、ある有名ストリーマーが14は出会えるって聞いたから始めたとぶっちゃけてるのを耳にしました。友情も恋愛も強度の差でしかなくて、いずれも人と仲良くなるって話ですね。断言しますが、この人を仲良くさせる力14レベチです。その理由や仲良くなるまでのプロセスを実例交えてご紹介します。早速本編どうぞ。まずは14のおさらいと人との交流に関する公式の取り組みをドバーッとご紹介。14とはスクエニが運営している多人数同時参加型オンライン RPG、いわゆる MMORPG で、プレイヤーは光の戦士となってエオルゼアという世界を舞台に他のプレイヤーと協力交流しながら冒険するゲームです。アクティブアカウントは有志の集計で日本だけでも100万弱、国内最大手、世界でも有数の規模です。シンプルに人数が多い。バトルシステムとしては協力性の PVE 形式で4人や8人のパーティーを組んで敵と戦います。一期一会で組むこともできるんですけど、特に高難易度コンテンツだと固定パーティーを組んで数週間、長いと半年以上同じパーティーでコンテンツを攻略したりします。長い期間協力してバトルをするってことですね。またバトルだけじゃなくて着せ替えとかハウジングとか生活系のコンテンツも充実していて、私の周囲の友達だとバロとかエイペックスプレイヤーってアクティブな性格の人が多い印象なんですけど、14はほんとバラッバラ、いろんな趣味嗜好の人がいます。そして珍しく月額課金制です。プラットフォームにもよるけど1400円ぐらい。経済的には痛いんですけど、この敷居の高さが治安の良さにもつながっています。そんで言い忘れたんですが、14はリリースから13年目を迎える老舗です。こういう経済的な障壁とか稼働年数もあってか、まずプレイヤーの平均年齢が高い。 YouTube のアナリティクスで私は14動画の視聴者層が見られるんですが、ソシャゲの動画だと20代がボリューム層ですが、14は30代後半がボリューム層です。それと男女比についても、私がプレイしてるソシャゲが大体男性向けなので参考にならないんですが、そのあたりが9対1であるところ、14は7対3ぐらいです。オンラインイベント上の分布もそんな感じですね。以前ゲーム内のジョブ別にそのジョブの愛を語ってもらう企画をしたんですが、参加者に性別事前に聞いてなかったんですけど、 VC 繋いだら全員女性だったっていう回も。年齢層高めで男女比が比較的均質ということ。余談ですが、非課線のリアル職業についても多種多様です。で、公式がプレイヤー間の交流を促進しているのも特徴で、例えばエターナルバンドっていうゲーム内結婚システム、実際に他の人を参列させてエターナルセレモニーという式を挙げて指輪も渡せます。ちょっとゴシップネタで恐縮なんですけど、7年前にモームスのあの人がオンラインゲームであれした旨文春にすっぱ抜かれてましたが、あれの証拠ラインの背景がこのエターナルセレモニーの会場でした。また神戸の結婚式場が14公式とコラボしていて、ゲームの世界観を再現したリアルの結婚式を挙げられます。さらに2025年の NHK スペシャル放送でも14内で知り合い結婚したカップルが特集されて、プロデューサー兼ディレクターの吉田さんもインタビューで、ゲームは現実と地続きであるという思想を語っています。騙されたと思って公式プレイヤーズサイトであるザ・ロードストーン、通称ロドストの日記だったり、あるいは X でもいいんですが、リアルエタ版エオコンで検索してみてください。今私もこの編集中に X で検索したんですが、8月8日っていうおめでたい日付を返していたのもあってか、直近1ヶ月で12件リアルで結婚した報告が引っかかりました。フォークタワー固定きっかけでエオコンしたって人も見かけて、うわタイムリーってなってます。ちなみに私のリアルフレも一組14という共通趣味をもとに結婚していて、私も商人として婚姻届に本名を書いてます。どんな人たちかっていうと、旦那はバーストという高難易度のお作法も知らないエンジョイ勢の暗黒騎士で、妻は当時5絶の先生術師。出会い自体はマッチアップのペアーズなんですが、その中に14コミュニティがあって、そこを通じてお互い認知。初対面から14っていう共通の趣味で盛り上がって、2回目のデートで横浜の14のコラボカフェに行って、で即告白して OK になったんだけど、その日妻が高難易度コンテンツを集団で挑む活動日だったので、その日は早く帰ったというオチ。初対面から共通の趣味があるのがありがたかったって話をしていたのが印象的でした。一回インタビューもしてるので、そちらも参考まで。先日無事子供も生まれました。あまりにも話聞くもんだから結婚っていうステージの話に偏っちゃったんですけど、その前段の仕掛けも豊富で、例えばファンギャザリング、14運営とファンではなくて、ファン同士の交流を目的としたイベントを14運営が企画しているっていう、これ結構珍しい形態だと思ってるんですが、そういうオフラインイベントも企画されていたり、さっき名前だけ挙げたエオルゼアカフェっていうコラボカフェとか、カラオケのパセラへの14コラボルームがいずれも常設されていたり、ゲーム内で知り合った人同士が次リアルで会うための動線作りもなされています。で、そういうオフラインイベントの取り組みは分かったけど、そこに至るまでにオ
オンラインでどういう交流があるのかっていうと、例えばフリーカンパニーと呼ばれるギルド的な機能があるので、そのメンバーで出入りを一緒にこなすとか、さっき言った通りミラプリと呼ばれるおしゃれの文化が発達してるので、みんなでゲーム内の映えるスポット行って撮影会するとか、あと楽器演奏機能があるので、それ使っての演奏会やら、ハウジングで作ったホールでの DJ イベントやら、そういう誰かが企画したユーザーイベントに参加するとか、そういう感じですね。でも一番よく聞く仲良しの方法としては、さっき紹介した高難易度コンテンツかも。固定8人パーティーを組んで1日2時間だか3時間、累計数ヶ月にわたってディスコのボイスチャットつないでコンテンツ攻略していく。で、高難易度コンテンツだから大変な時もあって、例えば特定のギミックを誰かがこなせなくて立ち往生するとかそういうこともあるんですけど、そこはお互い声かけ合ったり励まし合ったりする。あとは単純な声かけだけじゃなくて、実際に特定の人に熱いバリアを張ったり、かばうスキルを使ってミスを帳消しにしてあげたり、そういう交わりが長期間続くだけあって、部活やらサークル活動みたいなありし日のウェットな雰囲気になっていって、あるじゃん、単純接触効果とか吊り橋効果って言われてるやつ、そこでいい感じになるコンビが多いです。もちろんトラブルも起きるんだけど、その攻略が終わった後も一緒に遊ぶ間柄になるとか、なんなら入籍まで至った人たちの話はネガティブ話の10倍以上は聞いてます。絶対に人前に出たくないスーパード陰キャな私すら先日オフ会を開いたぐらいです。そんなところかな。で、ここまで聞いていかがでしょうか。もはや仲良くなれないわけないと思いませんか？コンテンツが長期運営、有料、人気、多彩だから、プレイヤーも年齢層高め、男女比均質で趣味嗜好が多彩で、その特質を理解している運営が交流を喚起するようなオフライン施策とかゲーム内の仕組みを設けてるんだから、それはそんじょそこらでオフ会は開かれるし、婚姻届にジョブアイコンを2つ並べて X にアップロードされるわって話。もちろん相手が交流を求めてるかパートナーを求めてるかっていう見極めは当たり前に必要ですけど、そこは各々ちゃんとわきまえるっていう前提のもと、人と仲良くなるっていう土壌は大いにあるので、魅力を感じるようであればぜひ14始めてほしいと思います。ただここで一つ落とし穴があって、14っていい意味でもそして悪い意味でも一人で遊びやすいんですよね。メインストーリー進める分にはほぼソロでプレイできちゃいますし、さっき高難易度コンテンツはパーティーを組んでとか言いましたけど、一方で一期一会の野良パーティーを組んで攻略するやり方もあるので、他人と突っ込んだ会話しなくてもほぼ全部のコンテンツをプレイできちゃう。冒頭紹介した友達ってどう作るのって質問してきた14初心者の人も、面白いのは分かったんだけど、このプレイを続けていて友達できる気しないんだがと思ったので質問してきたんだと思います。気持ちわかります。私もそう思ったし、仲良くなりやすい環境は確かにあるんですけど、やっぱり能動性がないとパートナーはおろか友達もできません。一人で遊びやすすぎるので。というわけで、じゃあどうすればいいのって話で、私が知ってるルートをつらつらとご紹介。さっき言った高難易度コンテンツであれば、ロドストのプレイヤー日記上に定期的に固定パーティーの募集があるので、そこに応募する。多くの場合は固定のリーダー、固定主って言ったりしますけど、固定主と面談をして、ちゃんとコミュニケーションが取れる方なのかとか、攻略の実績的にプレイスキルは問題ないかとか、見極められて問題なければ参加するって感じです。高難易度はちょっと、あるいはまだ初心者なんだがって人は、さっき言ったプリカンパニーですね。これもロドストのコミュニティファインダーっていうページでメンバーを募集したりしてるので、そこに応募するのもいいと思います。ロドストの日記は誰でも書くことができて、そこでフレンド募集とかのタグもつけられるっちゃつけられるんですが、ちょっと受動的な動きでもあるので、それに加えてバンバン自分から応募したり、コメントしに行くと開運すると思います。14のコミュニティではコミュニケーションツールとしてディスコードが使われることが多いんですが、ディスコードのサーバーを検索するサイトとかでも14一緒にやろうっていう募集が多々あるので、そこに参加するのもありですね。あと X とかだとエオルゼやなんたら部みたいにコミュニティを作って、その有志でゲーム内で会ったりオフ会してるので、そこで楽しんでる人に声をかけてみるとか、人によっては野良で一緒にバトルやったらこの人うまって思ったからスキル回し教えてくださいってテル飛ばしてそのまま仲良くなったっていう陽キャもいました。野良だとよろしくお願いします、ありがとうございましたで終わっちゃいがちなので、この人うまいとかミラプリおしゃれとかそういう話題を糸口にする感じですね。ちなみにご存知かもしれませんが、アドベンチャラープレートっていう機能があって、そこでゲーム内で自己紹介ページを作れますし、野良で遭遇した人の分も確認ができます。どんな人かわからんから怖いって人はそこを覗いてみるのもありですね。野良で一緒にプレイした人はコンテンツ退出後もコンタクトリストってところに名前が残るので、そこで特定できます。褒められたり教えを壊れたりして嫌な非課線はいないはず。そういう感じでアタックするのもありかもしれません。それと少し王道とは外れるかもしれませんが、配信者のコミュニティに頼るのも悪くはないと思います。例えば私以前14の座談会系の企画20本ぐらいやってて、その時に使ったディスコードのサーバーは基本的に残してるんですけど、世界設定シナリオを語る会のチャンネルとかだと、私そっちのけで当時の出席者がクレセントアイル北西編の見学ツアーとか行ってロアの面から喋ってたり、フォークタワー力の塔に特攻したチャンネルではやっぱり私そっちのけで当時の参加者で魔の塔にも行ってたり、皆さん仲良くやってるんですよね。もちろん皆さんサーバー管理者の私にはそういう動き取っていいか一声かけてくれてます。そこの仁義さえ切ってくれれば、自分の企画をきっかけに人の輪が広がるのは少なくとも私は嬉しいので、そういう配信者の動きに乗じるのもありだと思います。あとなんかあんのかな、なんせ私が友達少ないからな。非課線の方、どうやって友達作りましたか？エオコンまで行った方、どんなきっかけでしたか？
か、初心者への一つのモデルになると思うので、ぜひコメントで教えてください。最後に、超幼稚な注意事項。人が集まるとこなので、もちろんトラブルもちょいちょい聞きます。例えば、固定活動ばっくれて何してるのかと思ったら、メンバー同士が泊まり込んでイチャついてて攻略が進まず固定崩壊するとか、フラット FC のハウスに遊びに行ったらマスターから練習に付き合ってほしいって言われて突然壁打ちが始まるとか、ある日 FC メンバーから私は FC マスターのことが好きなんだけど FC マスターはあなたのことが好きらしいからあなたが FC から抜けてほしいって言われたとか、で私は私で以前入っていたコミュニティで攻略完了後なんですけど、ある男性が急に私に突然ですが自分ドローンしますんでって DM 送られてきて音信不通になった後、同じグループの女性から自分とトラブった旨打ち明けられたことがあります。ゲーム内だとブラックリスト機能もありますし、公式のゲームマスターやらもいて、規約の違反者であれば迅速に罰せられるっていう意味で治安はしっかりしてるんですけど、リアルでは当然その辺も機能しないので注意。ただこういう話すると、こういうマルチって治安大丈夫って心配する質問来るんですけど、もう大丈夫。いい話が SNS 上目立たないだけ。そういうトラブル話の10倍以上14で幸せになってる人ばっかなので、ぜひマルチのポジティブな部分にも注目していただければと思います。というわけで14プレイしていない方やプレイ間もない方向けにこのゲームが持つ魅力の一つや最初の一歩を踏み出す具体的な手順をご紹介しました。最後にちょっと自分の話なんですけど、何を隠そう私自身も4年前に始めた時って苦労したんですよね。 X でみんなめっちゃ楽しそうにしてるんだけどどうすりゃいいんだろうって、クロスワールドリンクシェル入ってみたけど会話続かねえみたいな。私の打開策はちょっと特殊で、たまたま14きっかけで YouTube 始めて、そこで企画していろんな人と喋ってるうちに友達が多い人がどういうムーブを取ってるんだろうっていうのがなんとなく分かったから今紹介できるようになったんですけど、ゲーム内で友達の作り方なんてチュートリアル初心者の館でやってるわけないし、特に MMO 初デビューの人とか分からん人はマジ分からないだろうなと思ってて、初心者 QA でも一定数の質問があったのを受けて動画化してみました。ちょっとでも参考になれば幸いですし、これきっかけに友達できた、結婚したってとこまで至った暁には数年後とかでもいいのでぜひ報告してください。これを機に興味持った人はスイッチ2版出たばっかですし、こっちの再生リストを見て吟味してください。今後も話題てんこ盛りの14コミュニティを追いかけては事例紹介していきますので、そういう MMO の醍醐味含めて14を楽しんでいきたいという方はぜひチャンネル登録済みの方は高評価よろしくお願いいたします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お次なし。